ヘビーロッド。ヘビーロッドだって、さっき前からずっとレイジングブルばっかり扱ってるんで、全部ヘビーロッドなんですけど、そのレイジングブルシリーズの中でもヘビーなところっていうところで、今回は104の WX っていうこの竿をメインでね、ちょっとお話をしようと思うんですけど、これをね、ちょっと話をして投げたりする前に、まず同じぐらいのね、スペックでもう1本、ランナーエクシードのファイナルスタンドアップの、101BXH っていう竿も用意してますので、これもちょっと後ほどね使って、投げ比べ等々はしてみたいと思います。この104の WX とこの両方とも B15 対応タックルの使用感の違いっていうところは一つお話をしようと思いますが、とりあえずこれちょっと置いときます。その前にちょっとお話ししておこうかなと思うのが、このレイジングブルの 104XF2ですね。ベイトモデル、両方ベイトモデルですけど、今現行である、ハイパワーロッドの部類のレイジングブル、MC ワークスから出てる、ショワジギ、ショワプラッキング用のロッドの、強い方、上2つっていうかなになります。ロックショワでビッグゲームをするとなって買うとすれば MC ワークスであればですよ、MC ワークスであれば多分どっちかになると思うんですよ。もちろんこれよりも一つ柔らかい105の XF1 っていうのはありますけど、それちょっと私持ってないんで、それはちょっと話から省きますが、あっちの方が柔らかいんでね、この2つがやっぱり強い方2つになるんで、どっちを使うんだっていうところに結局はねなるんかなと思います。今から、ロット買ってって思うと、さっきのねランナーエクシードの前にもちょっとお話しした107の BH っていうヘビーロットがあって、それよりもむっちゃ強い101の BXH っていうファイナルスタンドアップがあるんで、その2つ、ランナーエクシードが好きであれば、その2つのどちらかになるし、今の現行モデルで買うんだったらね、MC ワークスが好きであればこの104の XF2 か WX かっていうどっちかっていうことになると思います、選ぶとすれば。でその他のメーカーはごめんなさい、知らないです。はい、私持ってないんで話ができないんでね。その2つを使うにあたってどっち選ぼうかなと。どっちも強いロッドです。はい、104の XF2 はね前にご紹介してますので、かなりは軽快なロッドで、自重も軽くて、操作感も軽くてで結構張りもあって、非常に使いやすいよというところで、すごくおすすめの一本かなっていうところでご紹介をしてますが、それに対してねこの 104WX っていうのがなかなかね私も初めて持つこのクラスの竿なので、正直未知なところが多々あるので、その辺を一緒に見ていきたいかなと思っています。はい、ちょっと見た目のところからいきますが、グリップがね104が104両方104か、XF2 の方がやっぱいつもよりちょっとね短いロッドっていう話を、グリップね短いロッドっていう話を前からしてると思うんですけど、逆に言うと104の WX はそんなめっちゃ長い竿じゃないです、グリップが。はい、これはこのファイナルスタンドアップと比べるとすごくわかるんですけど、これ上がファイナルスタンドアップね、ファイナルスタンドアップとトリガーの位置比べるとファイナルスタンドアップの方がやっぱりね長いんですよ。なんで、リップルの竿の方がグリップエンド長いです。はい、まず一つ。この辺になってくるとやっぱガイドがね結構その XF2 よりもでかくなってくるんで、もちろんね P8515 対応ロッドなので、それなりにね竿の張り感も強いし、ガイドもでかいし、なんで大きな、リングが通ったり太いリーダーがね通るかなと思います。で私試してるので言うとこれはね感覚的なものなんで、これが絶対の基準ではないですけど、 XF2 だとフロロの35100ポンドクラスとかは全くストレスなく使えます。使いやすいかなって思う感じ。40号でも使えるとは思うんですけど、気持ちよく使うのは私は30号が使いやすいかなって感じてます。でそれに対して104の WX は一応私試してみたのは50号、今もねつけてるの50号なんですけど、フロロの50号ね、フロロの50号でも全くストレスないです。なんでだいぶねその2段階ぐらいやっぱりP も6号マックスから10号マックスになってるんで、それぐらい全然いけますし、もっと太いリーダーとかスペーサーのシステムも使えると思うんですけど、私あんまりそういう SS アシストとか
そういうのをちょっと試しはちょっとだけやってはみたんですけど、あんまりねああいうシステムで釣りしないんで、基本は PE にフロロ直結というかで、大体10メートルぐらいリーダー取るっていうのを、好んでやってるんで、ちょっとそれでやってみたいと思います。こういうねビッグゲームというかね、超型の魚狙ったりする方にとってはラインシステムとしてはちょっとこうライト目かもしれないんですけれども、ちょっと私が使う範囲でちょっとねお話ししたいと思いますので、それでちょっと今回はやってみたいと思います。はい、硬いっちゃ硬いんですけど、私的にはね全然ちょうどセンターバランスがこの辺で XF2 がこの辺なんで、持ってみるとちょっとねやっぱり XF2 の方が、重心のバランス的に言うと手前にありますよね。WX の方はやっぱりちょっと先に、重心はあります。これはガイドがでかいし竿も太いんでね、その辺はある程度は仕方ないでしょう。はい、なんで超手前重心のロットとかではないです。ちなみに、ファイナルスタンドアップも見比べてみましょう。ファイナルスタンドアップはですね結構グリップごついんですけど、こう見比べるとやっぱねこうグリップ長いしグリップごついんで、こう見比べてもファイナルスタンドアップの方が、センターバランスは手前に寄ってます。なんで私の持ってる竿の中ではこのレイジングブルーの 104WX が一番重量感的には先にあるような感じだね。じゃあちょっとねリールセットしてみます。ではね実際にちょっと投げながらお話をしていきたいと思います。今日はちょっと風があって涼しい。30度以上あるけど気温はそしたらねずっとやってるんで同じルアーをとりあえず投げます。ヘビーロッドだから軽いのは投げないとかじゃなくて、とりあえず投げていってみます。まずは、一番軽いところ前からやってますけどポッパーの 50g です。本体 45g ぐらいのポッパーを、PE8 号リールが変わりました。リールは、このタックルに合わせて、ブルーヘブンマグの105の XH に PE8 号 300m にフロロが50号 10m 入れてます。はい、糸も太くなりました。P10 号とかでもいいんですけど今回は8号にしています。レイジングブルの 104WX が 100g から 200g キャストウェイトになってますんで 50g ははっきり言って対象外です。対象外なんですけどどうなんだろうというところをちょっとまず見てみましょう。見ていただいたらと思うんですけど、はっきり言ってあんまり飛びません。距離としては50m 飛ばせたらええ感じかなって感じ。ルアーは普通に動かせなくはないけどちょっと軽いよね。50m 飛ばせたらいいとこじゃないでしょうか。ちょっと横風とかだったら、向かい風だったらきついかもしれんね。ルアーは別に普通には動かせてるけどね。もうちょっとサミングとかも駆使しもってもう少しこうブレーキも弱めてちょっとやっぱり竿が曲がらないんで厳しいね。ちょっとこれは投げにくいかな。50m ようや投げれるか投げれんかみたいな感じなんでちょっとこれは厳しそうやね。次がガルモの60、服込み 70g ぐらい、ちょっと厳しいかもしれないですね。さっきまでよりもだいぶね竿がまだ曲がるようになったかなと思うんで、飛距離感的にはね 10m ぐらいさっきより伸びたかな。正直使えなくはない。やっぱりちょっと軽いしコツはいると思うけどきっちり投げればもうちょい飛ばせそうやし、これぐらいだったら普通に竿はね曲がってくれてるんで大丈夫で、普通にこう横引きでポッパーね、これぐらいのポッパーでも、全くね使い心地としては悪くない。もうちょい緩めて結構いい感じに飛ぶよ。これぐらいだったらね全然大丈夫です。飛ばせます。なんでこれはねちょっと結構飛ばしやすいタイプのポッパ
まあ本体っていうかフック込みで 70g ぐらいあれば竿はまあまあ硬いですけど曲がってはくれるんで、キャストはできます。はい、ダブル X ってめっちゃ硬い竿ですけど大丈夫もちろん慣れはいりますよ。はい、もちろん慣れはいるんですけど投げることは可能。向かい風横風みたいな状況ですけど、まあ、別にこれぐらいなら投げられる。でルアーの操作もできます。普通にできます。次がガラムの7号約 90g ですね。フック込みで多分ここぐらいからきちんと触れるようになるんじゃないかな。もう全然違う。やっぱりこの辺から本格的に投げれるようになってくるかな。ポッパーの操作感もすごくこうやっぱり竿が硬いのでこうあんまり竿を振らずにこうちょっとピョンってやっただけでしっかりねズボッって動いてくれるんで結構私は好きです。はい、非常に投げやすいしねいい感じです。まあ、ここぐらいのこれぐらいのルアーウェイトになってくると、かなりね投げやすくなるんじゃないでしょうか。これで 75g とかなんで、これぐらいのルアー感であれば19センチぐらいとかね、フック込みでこれ 90g ぐらいありますけど、それぐらいを、これぐらいを加減と考えてもいいかもしれないですね。さっきの 70g ぐらいはちょっと投げるのにコツはいるとは思います。次鯉のぼりポッパーの18センチ、フック込み 100g です。多分これぐらいのブレーキでもいけそうかな。いいね、気持ちよく飛ぶね。やっぱこう張りのある竿でパーンって出した時のこのスプールがウィーンって回るの気持ちいいですね100g、加減値のルアーですけども、これでね一応スペック上の加減値の重量ですけど、もうここはねもうドンピシャで使える。全然ちょっと軽いけど頑張ったら投げれるかなじゃなくて、普通にこうパーンと振り切ってしっかり投げれる感じの重さ感なんで、ここはね全然加減値と思わなくていいかなっていうぐらいの使用感ですね。なんでこう 104WX むっちゃくちゃ強い竿でめっちゃくちゃ硬い竿やけん扱うのも大変、使うルアーも重たいやつじゃないと話にならんみたいなかなって思ってたけど、全然そんなことない。普通にやっぱりね 50g とかのルアーはちょっとさすがにきついですけど、でも19センチクラス 70g オーバーぐらいだったら別に全然使えるし、 90g ぐらいやったらもう普通に全く問題なく使えるんでいい感じです。はい、思ったよりも軽いルアーへの、対応力はあるかなと思いますね。はい、次はこれは歌姫の200かな、210か、210で 115g ぐらいで、ヘビーロッドで重心もねこう先端にあるっていう話をしたんですけど、その割には別にそんなにめっちゃこうね振るのだるいっていう感じはないかなちょっともう一投投げようか。さっきのちょっとミスキャスト気味だったんでもう一投。で円筒先でのルアーの使用感もそんな無理にねボリャーって引かなくてもこう210ミリクラスのポッパーで軽く引いてちゃんとポッピングしてくれてるんで、そんなにねこう大きめのルアーを頑張らずに操作できるのがいいですよね。やっぱり自分のもちろん竿を持ってる時の重さはやっぱり多少タックルが重たくなってるんで、重くはなりますけど、どっちかっていうとこの本体が重いっていうところもあるけど、振り抜きが軽いとか操作感が軽いっていうのを私ちょくちょく言ってると思うんですけど、それってロッドのパワー感とルアーの引き抵抗感のバランスが取れてるから軽いと感じるんですよね。例えばですけど、このルアーを
80メートル先でボスボフブルブルブルってこうね、操作するとしましょう。でそれにかかる力が10いるとしましょう。で、柔らかい竿でその10のパワーを出そうと思ったら、例えばねこっちで引く時に、15の力でギュンって引いてあげないと竿がこう吸収するんでルアーに10の力が伝わらないと。なんでこっちは15の力でこうえいえいってこう引いてあげないとちょっと抵抗感があったりすると引いてこれないと。ってなってくると、それは竿が軽くて柔らかくて持ってるのは軽いとしても引く力が強く引かないといけないんで、それって楽じゃない、ちょっと大変だったりするんですよ。でそれがこう引き抵抗感が重く感じたりとか、操作感が重いとかだるいとか竿が柔らかいって感じるところがそういうところかなと思います。でに対して極端な話、例えば10の力で動かさないといけないものを、こっちもね10の力でシュッて引いてあげる、もしくはそれよりも軽い力で軽くフッて引いてあげるだけでロッドの反発力があるんで、シュッて曲がってパーンってこうねロッドが変えるこの力を使ってルアーをスパンってこう動かしてくれるんで、例えば、極端な話で言えば、8の力でシュッて引くだけで竿が勝手にこうブスってこう動いてくれてルアーをズボンって動かしてくれると、かかる力は楽じゃないですか。持ってるのは重いけど引くこの引き感っていうのは軽いんで操作感が軽いと感じるっていうところはあると思います。なので、ルアーのねやっぱりこう大きさ引き抵抗感に合わせたロッド選びをしてあげると結果的には楽になる。もちろん大きいルアーを投げて操作してってするんで、相対的に、体力は使うんですけどその中でも同じ大きなルアーを例えば引くとしたらどっちの方が引いててこう楽と感じるかっていうところが、すごく大事かなって思います。はい、そしたら今度は、ガラムの220ですね。これで 140g オーバーぐらいです。やっぱこの辺になってくるとどのロッドを使ってもやっぱり上限付近なんでそれなりにこうねやっぱ引き抵抗感っていうのは感じるところではあると思うんですけど、このロッドだとマックス 200g なので、まだ半分です、太陽ルアーの。なんでこの辺がどうなのかちょっと見てみましょう。そんなに楽ではないと思うんですけど、はい、投げるのはねやっぱ多少こう重いタックルで重いルアーを引くんでそれなりにやっぱりね練習が必要だと思います。私もまだまだこの重さに慣れてない感があるんで綺麗に振り抜けてはないと思います。でルアーの操作に関してはほんとティップをちょっとピュンと動かしてあげるだけでこのサイズのホッパーがズバズバッと動いてくれるんで非常にね操作感としてはね楽で使い心地はねすごくいいと思います。この辺ど真ん中で使っても全然ちょうどいいかなって思うぐらい、もっと軽いルアーでもねいけますけどね。ちょっともう1投投げてみようか。ちょっと私のスイングスピードがあんまり上がらんのでブレーキを一段上げてこっちの方が安定して投げれるかもしれない。まだまだやね。私もこの辺はちょっともっとねレビューするに値せんかもしれん。私のキャストが正直なところでもそれがね正直な感想になるかなと思うんで、この104とかね104の XF2 とかを快適に扱えるぐらいのパワー感だとやっぱりちょっとこの辺のルアーっていうかねロッドは操作は別に思わないかな。キャストするのはちょっともう一段パワーを上げてやってあげないとしっかりと振り抜けんかなという感覚はあるね。
まあです。はい。でもこれをね、その軽くピュッてするだけでルアーは向こうでズボンって動いてくれてるんで、それだけね、ルアーをシャープに動かしたりとかキレよく動かしたりするのにね、やっぱりこれぐらいのロッドパワーがないと綺麗に泳がないとか、スピード感を出して泳がそうと思ったらやっぱり必要ですよね、パワー感っていうのは。その辺はこう柔らかい竿でやるのとはやっぱり全く違うこうルアーの動きになるかなと思います。軽いルアーとかだとね、やはりどうしてもこう角がつくような動きになっちゃうかもしれないですけど、あんまりそんな感じはね、ポッパーを操作している限りでは感じないです。鯉のぼりポッパーの23センチの分でフック込み 180g ちょいぐらいになります。よいしょ。ちょっとこれ投げてみます。この辺になってくるとね、ちょっと私のパワーが多分足りんけど、ちょっとやっぱ重たいね。ちょっと行ってみるね。いいね。けど飛ぶさっきより飛んでる。鯉のぼりポッパーはね、飛距離めっちゃ出るんで、飛行姿勢めちゃくちゃいいんでね、やっぱこう竿は本当にブーンって振り抜けてはないけど、正直けどやっぱりルアーの重量があって竿のパワーもあるんで、そんなに頑張って振り抜かなくてもプシュッとね、振ってあげればルアーは勝手にめっちゃ飛んでいく。で、ちょっと大きめのねポッパーになってきます。この辺になってくると23センチで口もちょい大きくなってきてます。それでも引き抵抗そんな大きなルアーじゃないんですけど、この辺も無理なくやっぱ操作できるね。ちょっともう一投投げてみようか。全然余裕感があったんでここぐらいまで緩めてみて、しっかりいいね。よく飛びます。やっぱりこれぐらいの重さのルアーをあれぐらい飛ばそうと思うと、これぐらいのパワーはないと話にならんね。このクラスのルアーでも全然快適に扱えると思います。重たいんで快適かって言われたら私的にはちょっと重いなって思うけど、でも竿のパワーで投げられるんで、そんなにね無理にこううりゃーってする必要がないので、そういう風に考えると楽は楽かな。多分これもっとパワーのある人が投げたらもっともっと飛ばせるんやと思うけど、ちょっとまだそこまでのパワー私よう扱いきれてないです。今度はプラグじゃないわ、ペンシル、ダイビングペンシルを投げてみましょう。さっきのポッパーは投げれたけどね、ペンシルだったらどうなのか。まずは、60のブルーフィッシュやね。全然投げれる。ブルーフィッシュの60はいけるね。もちろん飛距離はそんなに出てないし、はっきり言って竿も大して曲がってないと思うけどなんか思ってたより投げれるね。やっぱ本体じゃないわ、70g ぐらいあったら全然使えるね。ルアーも、別に扱えそうです。ちょっとめっちゃ軽いに急に変えたんであれでしたけど、もう一段ちょっとブレーキ緩めて、全然いけるやん。これはね全然いけます。はい、ちょっと投げにくいとは思いますけど普通に使えます。ブルーフィッシュだからかもしれないけど、別にミスアクションも起こさず普通に引いてくれるねいけるやん。いやね、こういうの使えるとめっちゃ楽なんですよ。いくらヘビータックルだからって言ってね、重たいルアーばっかり投げるのしんどかったりする時もあるんで、ちょっとね
ベイトサイズに合わせてというかでこうちょっとちっちゃいルアー使いたいなって思った時にこれぐらいのねサイズ感のルアーが、普通に使えるのは助かるで。これならまあ別にどんな時でも使えるんじゃないかなと思います。次ガンマの7号フック込み 90g ぐらいですね。はい、これでいきます。横風あってやけんね、今背中から風が吹いてるんでこう投げてるんでね横風があるんですけど、はい行ってみるよ。ああ全然いける。めっちゃ使いやすい。ああいいね、これはいいよ。全然ミスダイブもしない。初めて投げたわけじゃないんです実は。なんか初めて投げたかのように話をしてますが、実は初めて投げたわけではないんですよ。何回も使ってはいるんですけど、このクラスガンマの7号19センチのペンシル、ダイビングペンシルで使用感ねすごくいい。もちろんその XF2 の時のようなこう絡みつくようなティップがねピューンって入ってっていう感じじゃないけど、私は結構この針がバリバリある竿でバシッて弾いてルアーがスパーンって中に入ってその勢いよくババババンってねこう泳ぐっていうのがこうすごくこう心地よいと感じるので、そういうのが気持ちいいなって思う方にとってはねめちゃくちゃいいと思うけどちょっとこれがこうスピード感ありすぎって感じる人にとってはちょっとティップがやっぱりね硬いのは硬いので、ティップ値かロッドが硬いのでこうティップのね追従性的にちょっとあまりにも動きが速すぎるという感じはあると思いますけど、このスピード感は多分このロッドの硬さじゃないと出せないんで、柔らかい竿でいくらこううらってってもなかなか出ないスピード感を軽い力でスッて引いたらスパーンって入ってザザザザって引いてくれるんでめっちゃ私は好き。けどもっとぬるぬるぬるふわぬるぬるぬるってしたいんだったらやっぱりもうちょっと柔らかい竿じゃないときついと思う。この19センチぐらいだとちょっとその辺のコントロールはまだしにくいぐらいのパワー感かなと思います。なんでねこうルアーをこう操るっていうところで言うと、そのただねダイビングペンシルが操作できる、ミスジャークを起こさずに動かせるっていうだけじゃなくて、そのスピード感の調整っていうのをしていかないかんような場面になった時にそれがこう容易にできるかできないかっていうので、そのルアーの使用範囲が変わってくるっていう考え方で言うとやっぱ 100g ぐらいなのかなと思うんですけど、スパーンっていう動かし方でもいいんであれば軽いルアーでも使えるよっていうのが正しい表現になるかなと思います。はい、じゃあ今度は 100g のガンマの90投げてみたいと思います。気持ちいいね。このクラスというか 100g ぐらいになってくるとやっぱ気持ちよく飛ぶね。投げてて気持ちいい。今引いてみた感じでやっぱねこう 200mm クラス 100g ぐらいのルアーになるとそのさっき言ってたこう弱いテンションでぬるぬるぬるっていうのとスパーンと引いてザザザザって引くのが結構やりやすいと思う。引き抵抗感的にね、特にこう柔らかいアクションをする時にロッドにこう抵抗感がある程度こう伝わってこないとそのぬるぬるぬるっていうのがちょっと分かりにくいんで、その辺の、使用感なんですけどね、が変わってくるかな。なんで7号19センチのペンシルだったらギリギリできるかなぐらい、その切り分けが。で16センチとかになってくるともうちょっとこの切り分けていくのはちょっと厳しい。普通にスパンスパンってやってこうババババババって泳いでくるけど、ぬるぬる泳がしたりちょっとスパッと泳がしたりっていう切り分けをするのにこのティップでそれを感じ取るのが
感じ取りにくいのはね、やっぱりこう16センチクラス、この16センチ17センチクラスだとちょっとそんな感じ、ちょっとその辺の、引き抵抗感っていうのはエラーアクションは起こさないけどちょっと感じ取りにくい。この19センチクラスになってくるとその辺がまあちょっと感じ取ってこは来れるんで投げやすいし、その辺がまあ使い始めれるかなって思うんで、まあ、加減はこれぐらいがちょうどいいかもしれない。まあ、もちろん 70g でも投げれるし操作はできるけど、使用感としてはそういう感じかな。で、200ml クラス 100g クラスになってくると、その辺がしっかりこう切り分けてスルスルっと引いてこれるかなって思います。はい、まあ私の感想ですけどね。はい、次、GT ガンマの105でこれちょっとフックを変えました前のやつからねちょっとフックを変えて 127g 今あります。いやいいね、気色いいねこの辺は、まあ、ちょうど使いやすいあたりなんでそんなに言うことはないかな。正直ガンマの120で行ってみたいと思います。だいぶちょっと横風がね強く吹いてきたんで、さっきルアーが若干飛行姿勢を乱したんで1個ブレーキ強くしときます。サミングで対応しちゃったんでね。いい感じでね。正直XF2 とまあ比較しての話で言うと結構このロットもそのルアー重量にあまり左右されずにルアー操作できるかな。ちょっとごめんなさい、私ねこのペンシルのこれより重いやつって持ってないんですよ。ちょっとそれより重いやつを使う1個持ってるけどちょっとだいぶ形状が特殊なんでちょっとあんまりね参考にならんかなと思って持ってこんかったので、まあ私が XF2 もWX も両方同じルアーを用意して同じ、まあ、自分が使うかなって思うルアー体を用意して、まあ、今回投げてみてるんですけど、まあ、その範囲で言うとどっちもまあまあいけるんで、軽量ルアー 50g、70g の操作の方をやっぱメインで使わないとっていう時にはやっぱり XF2 でその軽量ルアー小型ルアーをしっかり動かしてっていう使い方になってくると思いますし、そっちのルアーのキャスティングもやっぱりしやすいしね、いいと思うんですよ。でもちろん軽快やしけど、200mm オーバークラスとか 220mm とかね、こういう、まあ、100g オーバーかな 100g オーバーのルアーをやっぱメインで使って、その辺のルアーをこう自分の思うようにね操作したいとやってくると、操作性がやっぱりねいくら XF2 が優れてるとは言ってもマックススピードっていうんかな、竿が強いことによるスパンってこう自分が引くスピードよりも竿が曲がってパンってこう変えるこの戻るスピードでルアーはスパンってやっぱ入ってるんで、入ってるっていうかこう動くので、やっぱりそのスピード感とかパワー感っていうのはやっぱりロッド依存になっちゃうよね。パワーのその上限がなんでその速い領域、スピード感の速い領域を有効に活用しようと思うとこういうロッドじゃないとやっぱ難しいんかなって思います。はい、なんでしっかり張りがあってルアーの操作感はね割とそんなになんかこう竿がめっちゃ重くて、だるいかなっていう感じは正直ないです。今ちょっとこうピュピュとこう投げてみましたけど別に大したことはない。はいもちろん、これを初めて投げようと思うと正直まあきついと思う、けどまあこのマックス 150g とか 130g とか、まあ、130g の XR1 クラスがギリギリ投げれるかなって思ってる人にとってはきついと思うけど XR2 クラス 150g マックスぐらいの竿が
まあまあまあちょっと頑張ったら普通に使えるよっていう方であれば十分投げれんとか操作しにくい、操作がもう重くて使えないなんてことは全然ない。もうなんなら XR2 107の XR2 と比べてもそんなに遜色ないぐらいの使用感、操作感でできるかな。いや107の方が軽いけど、結構この全長がちょい短くなっているのとかその辺もあって非常に使いやすいです。まあ、107の XR2 はもうちょっとね竿を曲がるんで、まあ、やりやすいところはあると思うんですけど、まあ、今現行モデルっていうことで考えると XF2 と WX なんで、この2つで比較して話をするとまあ XF2 ギリギリですっていう人にとっては厳しいな。でもちょっと体力というかパワーをもうちょっとこう頑張らんと扱えんと思います。はい、竿がもう余裕で振り切れる、もうスパンスパンって別に全然余裕だよっていう感じだったらいけると思うんですけど、この XF2 がまあちょっとこれだいぶ硬いな、きついなって思うんだったらこっちはやめといた方がいい。まあそりゃそうだよね。まあ、107の XR2 とか辺が使えるんだったら全然問題ない。いけます。なんかまあ竿からしても2クラスぐらいこうパワー上ってなってるけど、スペック的には全然まあ硬いけどそんな扱えなくないし、結構軽めのルアーも全然いけたんで、これは割といけますよ。はいちょっと練習とか日常的にちょっとこういうのを振ってこの硬さに慣れてさえしまえば大丈夫だと思います。で曲げチェックで曲げてる時にも、まあ硬い強いけどもうどうしようもないような張り感っていう感じはないかな。まあでもまあちょっと自分でねいろんな竿でこう試してみてほしいんですけど、まあ、片手で13キロのドラグ負荷なんとかこうグーって出してこれるぐらい、13キロの負荷、まあこれ片手でこうリフトでグーってこうドラグで13キロかけた状態で片手でなんとか引き出せるぐらいのパワー感あれば、普通に両手使えば全然いけるし、まあ、そこまでの負荷をかける必要もね別にないんで、10キロぐらいとかで勝負する分には余裕ができるしね、だいぶなんで片手で10キロがドラグ出しながらこうグーって引き出すのはちょっと体感的に体力的にきついって方にはちょっと持て余すんかなと思いますけどね。はい、ちょっとまあ簡単ではありますけどこんな感じで、あとシンキングルアーもちょっとね投げてみましょう。ちょっとバッテリーだけ変えます。はい、じゃあこれからちょっとシンキングのルアーもちょっと投げてみましょう。はい、そしたらまずはねアスカモージョーの 55g、 ちょっと結構こういうのでね水面直下をピュッ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 と泳がしてきてっていうのをよくするんで、この辺がね扱えないと私的にはね非常に困るので、この辺が使えるかなってところでね、まずちょっと軽くブレーキはこれぐらいにして、まあ投げるのはまあいけるよね、なんとかね。まあ 60g ぐらいあるんでフック込みで、けどねこうやっぱり100の XR2 とかでこうやってたちょん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 みたいなやつ、これは相当きつい。ただ巻きとかジャークだったらいけると思うけど、トゥイッチ系は無理かな。投げるのはまあなんとかこういけるし、こうジャークしたりねしたのはいけるし、ただ巻きは別にいいんだけど、ちょっとツイッチとかこういうやつはきついな。こんなんやったら多分一瞬で手首がいくこれをするんだったら違うロッドでしたいね。はい、次は70にしてみます。この辺はしっかり飛距離も出せるね。まあ正直70のこれはね全然悲観的には
よろしくないし、めっちゃ重いんでこういうのは無理かな。まあ、こっち向きだったらいける。上にしゃくるんはちょっとあまりにもきつすぎるかな。あんまり速くない動きでストレートリトリーブを中心にやっていくんだったら使えるけど、ちょん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 とかいうのはきついかな。まあこれも慣れたらいけるんかもしれんけど、まあ初見でやったらこんなんやれたもんじゃないわって思うね。うん。でまあ操作感の割にやっぱり引き抵抗が軽すぎて何やってるかあんま分からんしね。はい、じゃあ今度90、これで 105g ぐらいかなあるんで、これぐらい重くなったらちょっとは抵抗感あるんでしょうか。いやあんまないだろうな。これぐらいで100g でもあんまりわからんこうやって引いたらわかるけど、ちょっとやっぱり上方向のしゃくりとかこういうのはしんどいかな。まあ、あくまでもこういう引き方の方がいいんじゃないかな。やっぱりちょんちょん動かしていくには竿っていうかタックルが重すぎるね。これは物理的に硬いとかうんぬんかんぬんじゃなくて、ちょっとタックルが重すぎてそれはやりにくいかな。はい、ただミノ投げてみましょう。リスペクト投げれるかな。ちょっとねこのルアーは比較的どっちかっていうと軽めの、でも今まで投げた感じで言うと全然投げれそうな気がします。リスペクトの 190F。 結構向かい風が今はあるんですけど、ちょっとブレーキは強めにしとこうかな。強めってこれぐらいでいけるかな。まあ飛びます。普通にいけます。まあ別にルアーも普通に綺麗に泳ぐしいけるんじゃないでしょうか。でもトゥイッチとかをね動かしていくんだったらさっきのアスカモジョーと一緒ですけど、やっぱちょっとタックルが重いすぎるかな。はい、今度はボアの SS195 ではい行きましょう。いい感じに飛びます。はい、キャスト感もだいぶこの竿に慣れてきたんかわからんけど綺麗に投げれますね。このくらいのルアーは非常に投げやすいかな。十分投げれると思います。今の投げ感はすごく私の中ではねスパッといけたかなって思う。やっぱりね今までずっと柔らかい竿を順番に使ってきたんで、やっぱり硬くなると体が最初ついていかないんで結構きついなって思うんですけど、こうしばらくね1時間ぐらい竿を振ってるとその硬さにも慣れてきて結構投げやすく、なってきます。この辺は慣れやね。もちろんそのパワー的なものっていうのもあるとは思うんですけど、なんだろうな、限られた人しか竿はよう振らん、投げれん、操作できんなんてことは全然ないと思う。もうあくまでもそりゃねかなり強い竿ではあるけど、十分私170センチぐらいのせいで70キロ台ぐらいの体重なんで、そんな筋肉隆々ムキムキみたいな感じじゃないですけど、でも全然ねそれでできるんで、体力がもうすごく自信がないっていう方じゃなければ十分扱えるんじゃないかなと思います。はい、今回はこんな感じで、
簡単ではありますけどね。 104XX の、キャスト&ルアー操作インプレッションでした。 101BXH ファイナルスタンドアップとの比較もやってみたいと思いますので、またね、次の動画でご紹介したいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。さよなら。